私が婚約者の処女を競り落とさなかったあの日、私はただ見つめていた。そして、見合い結婚を取り消し、国を後にした。前世、彼女を救い出した後、彼女は私に結婚を強要したと非難した。結婚してから何年もの間、彼女は私をまるで空気のように扱い、後に初恋の相手との間には子供まで授かった。彼女はその子供たちに私を毒殺させさえした。息を引き取る間際、彼女の声はガラスの破片のように鋭く私を貫いた。私たち家族4人がようやく一緒になれるわ。憎しみに満ちたまま私は死んだ。そして今生まれ変わったこの人生で私が最初に下した決断は身を引くことだった。彼らに完璧な結末を譲ろう。次は、かつての大企業ミラーコーポレーションの令嬢、クロエ・ミラーの処女権です。腹の底に燃えていた炎が冷め、私は目を見開いた。戻っていた。幼純染めのクロエが売りに出される、あの競売会に。見覚えのある光景を一別し、私は悟った生まれ変わったのだ、と。舞台上で、クロエは必死の愛玩するような眼差しを私に向けた。今回は私は顔を上げることさえせず、ただスマートフォンを眺め、何もない画面をスクロールしていた。前世では彼女が現れた瞬間、私は$500万を支払って彼女の身柄を買い取った。クロエとは幼い頃から婚約者同士だった。救出を感謝したミラー家は、急いで私たちの結婚を進めた。そして幼い頃から彼女を愛していた私は、嬉しそうにそれに同意した。だが結婚後、クロエは毎日のように氷のように冷たく私に接した。彼女の冷たさは家族が没落したことへの羞恥心からだと思い、私はさらに気を配った。あの双子の子供たちが私の飲み物に毒を盛るのを彼女が見ていたあの日まで。彼女は私を助けようとせず、代わりに私を見下ろしていった。あの借金を盾に私に結婚を強要しなければ、ブレイクとはずっと前に結ばれていたのに。私があなたに触れさせなかった理由がわかる？あなたと過ごす一瞬一瞬がムカついたからよ。今、あなたが死ぬ。私たち家族4人がようやく一つになれる。その時、初めて私は悟った。彼女は心底、私を憎んでいたのだ。$2万、$3万。観客席から絶え間なく上がる入札の声が私を現実に引き戻した。入札者の多くは年配で太った高職そうな重役たちだった。舞台上のクロエは今にも泣き出しそうな顔をしていた。私と目が合うと彼女は溺れるものがすがるように私にしがみつき、その眼差しには必死の愛願が満ちていた。しかし、私は全く動じず、入札する素振りも見せなかった。彼女の処女権はついに、キャドウェルエンタープライズの50代 CEO、キャドウェル氏によって$100万で落札された。クロエはその場に崩れ落ちた。社交界の誰もが知っているキャドウェル氏の評判。年は取っているが、盗作的に性的に逸脱していると悪名高い。彼は若く美しい娘たちを破壊し、しばしば原型を止めなくなるまでもてあそぶことを楽しむ。彼の部下たちが彼女を連れ去った。私の前を通り過ぎるとき、彼女の目には憎悪の炎が燃えていた。その眼差しは前世で一度だけ見たものだった。私が死ぬのを見つめていたあの時だ。こんなに早く再び見ることになるとは思わなかった。どうして助けてくれなかったの？その口調は当然の権利のように私を責め立てるものだった。私は悟った。彼女もまた生まれ変わっていたのだ。悪いけど、君の処女には興味がないんだ。私はいたずらっぽく微笑んだ。でも、こちらの出品物には少々興味が湧いたかな。そう言って、私はステージに展示されている宝石のネックレスを指さし、さりげなく手を挙げ、
法外な値段をつけてそれを即決で落札した。クロエは瞬時に激怒した。私たち、幼い頃から一緒だったでしょ？婚約者同士だったでしょ？どうしてただ見てるだけなの？私を助けるより、そんなケバケバしいネックレスに大金を払うの？私は鼻で笑った。君の処女権なんて一体何の価値があるっていうの？このネックレスこそ真の投資だよ。あなた。クロエは私を怒りの炎を目に燃やして睨みつけた。いつも彼女の言うなりだった私が、そんなことを言うとは夢にも思っていなかった。一瞬、彼女は言葉を失った。ジュリアン、からかうのはやめてよ。急がないと手遅れになるわ。ただ私を助けて。何もなかったことにしてあげる。愛されているものはいつも当然だと思い込むものだ。そうだろう？私は内心で嘲笑った。前世では誰もが私がどれだけクロエを愛しているかを知っていた。彼女の家が破産した時でさえ、私は彼女から離れようとしなかった。だがクロエは？私の愛を利用し、結婚後は私を全く見下し、一緒にいようともしなかった。それだけでなく、初恋の相手との間に子供まで作った。これらすべてを思い出すと、苦く悲しい感情が押し寄せた。キャドウェルさん、今夜のおもちゃをまだ連れて行かないんですか？私はキャドウェル氏を揶揄し、彼は遅ればせながらクロエがまだそこに立っていることに気づき、部下に彼女を外に連れ出すようすぐに命じた。クロエは純粋な軽蔑の眼差しを私に投げかけ、怒りに任せて出て行った。競売後、私はミラー家を訪れた。ミラー夫妻の目には心配の色が満ちていた。私を見ると、すぐに私の前にひざまずいた。ジュリアン、頼む、クロエを助けてやってくれ。彼女は私たちの一人娘だ。こんなことになってしまったのはすべて私たちのせいなんだ。目の前の二人の老人を見て、私は胸が痛んだ。前世、彼らは私が毒殺されたことを知ると、すぐに救急車を呼んだが、時すでに遅かった。彼らは私が成長するのを見守り、いつも私に親切にしてくれた。クロエと私が結婚した後も、彼らは私を実の息子のように扱ってくれた。私は彼らにクロエの現状を話し、$100万のカードを渡し、彼ら自身でクロエを救出するよう伝えた。キャドウェル氏は高尚な男だが、ミラー家はかつてシルバーウッドで名門だった。彼はまだ多少は顔を立てるだろう。それから婚約解消の話題を持ち出し、繰り返し彼らに、私が$100万を提供したことをクロエに言わないよう注意した。ジュリアン、あなたとクロエはいつも仲が良かったじゃないか。どうして突然婚約を解消するんだ？彼女には愛する人がいて、それは私じゃない。実は、二人はずっと付き合っている。私は婚約解消の理由を説明した。彼らの目に一瞬、驚きが走った。誤解じゃないか？クロエが彼氏がいると話したことは一度もない。私はこの目で見た。不本意そうだったが、私の真剣な態度を見て、彼らは仕方なく同意し、クロエが戻ったら話すと言った。クロエは家に連れ戻され、私はビザの申請に行き、すべてを置いて去る準備をした。だがビザを待っている間、友人の集まりでやはりクロエに出くわした。みんな競売のことは聞いていたが、礼儀として黙っていた。ただ、クロエと私の間の短い視線のやりとりには、言葉にされない緊張が漂っていた。クロエが私を見ると、その目には憎しみが満ちていた。ジュリアン、高飛車なふりをするのもいい加減にしなさいよ。後で泣きついて戻ってこようなんて言わないでね。私は理解できなかった。彼らに幸せになってもらおうとしているのに、彼女はそれでもなお私を侮辱する必要があるのだ。私はわずかに微笑み、何も言わなかった。
無視されたことに気づくと、彼女はそれ以上は追求しなかった。ちょうどみんなが楽しんでいるとき、クロエの初恋の人、ブレイクが乱入してきた。彼は私に飛びかかり、拳が私の顔面にまともに当たった。私は間に合わず、地面に強く打ちつけられた。クロエの処女が競売にかけられたってのに、お前は彼女に目もくれやしなかった。ただくだらないネックレスに金をドブに捨てただけだ。お前みたいな男と結婚したら、彼女の人生は台無しだ。私の視線は隅にいるクロエに向かった。ブレイクを見た瞬間、彼女の目は輝き、明らかな優しさを含んで柔らかくなった。私の心は過去にさまよった。あの別の人生に。前世、彼女は私に一瞬の優しさすら見せたことはなかった。ましてやそんな表情など。私の助けが必要な時だけ、彼女は形式的な笑みを浮かべるが、それはいつもしかめ面よりもひどく見えた。そしてブレイクが困っている時だけ、彼女は私の助けを必要とした。ブレイクのために、彼女はプライドを飲み込み、私をなだめようとした。私は思った。彼女に十分に良くしてあげれば、いつか彼女は私を見てくれるだろう、と。だが私は忘れていた。硬い氷は決して本当に温められることはないのだ、と。私の沈黙はブレイクの怒りをさらにかき立てた。彼は飛び出して私の襟をつかんだ。聞こえないのか？話してるんだぞ。お前はどんな怪物だ？婚約者が苦しんでるのをただ見てるだけなのか？ブレイクの言葉に集まった友人たちはひそひそと噂し始めた。ジュリアンはいつもクロエのペットみたいに振る舞ってたじゃないか。彼女が本当に困ってる時になぜ100万ドルも出さないんだ？口の中に鉄の味が広がり、私は現在に引き戻された。私は彼の手を乱暴に払いのけた。どうして私の婚約者を私以上に心配してるような口を聞くんだ？お前はなぜあの日、彼女をどんな値段でも競り落とそうとしなかったんだ？私の言葉にみんなは沈黙した。社交界の誰もが私とクロエの婚約を知っていた。そして彼女はいつも当然の権利のように私のすべての愛情を受け入れていた。みんな私たちがすでに夫婦同然だと思っていた。そして今、突然、ブレイクが現れた。すべての目がブレイクとクロエに向けられた。ブレイクは言葉に詰まり、答えられなかった。俺ただお前のやったことが我慢ならなかっただけだ。俺には金はないが、もしあれば、すべてを彼女を救うために投げ出しただろう。クロエは私を見つめ、表情が変わった。あなた知ってたのね。前世、私はクロエとブレイクのことを知ったのは結婚式の日だった。ブレイクは泣き晴らした目で結婚式に現れ、クロエの目もまた赤かった。ミラー夫妻への敬意から結婚式は予定通り執り行われた。だが結婚式の夜、彼女はブレイクを探しに出て行った。彼女は私が彼らに借りがあると主張した。私が彼女の窮地につけ込んだから、彼らは結ばれられなかったのだ、と。それでも、私がついに耐えきれず離婚を提案すると、彼女は断った。両親を失望させたくない、と。私は彼女を愛していた。彼女が気が変わるのを待つつもりだった。だが私の繰り返す譲歩は、彼女をさらに図踊り自粛させただけだった。彼女は留学中にブレイクとの間にも子供を作り、それを家に連れ帰ってさえいた。真実を知ったとき、私は激怒し、説明を求めた。彼女の冷たい答えはこうだった。私はすでにあなたと結婚している。ブレイクのために子供を2人作ったって何が問題なの？私がついに離婚を決心したとき、私はあの双子の子供たちに毒を盛られた。このことを考えると、苦く悲しい笑いが私の唇を歪ませた。
もし私が知らなかったら、これからも私を愚か者にし続けるつもりだったのか？結局のところ、君の大事なブレイクは君を救うためにそれだけの金を用意できなかったんだろう？そう言って、私は一別でブレイクに挑んだ。ブレイクが口を開く前に、クロエが怒鳴った。嘘よ。ブレイクが100万ドルをかき集めて、キャドウェル氏から私を救い出してくれたの。それを聞いて、私は思わず大声で笑った。なんという厚かましさ。それは真の厚顔無知がどこまで行き着くかを証明していた。私は明確にミラー夫妻に、その金が私から出たことを明かさないよう頼んでいた。クロエにまた借りを作らせたくなかったからだ。ブレイクが手柄を横取りするとは夢にも思わなかった。何がおかしいの？その金があなたのものだと思ってるの？ジュリアン、あなたみたいな無情なモンスターは誰の愛にも値しない。ブレイクは私を睨みつけたが、その自信は明らかに揺らいでいた。私は鼻で笑った。その通りだ。それは俺の金じゃない。でも、たった数時間で100万ドルをかき集めるなんてすごいな。特に普段は1000ドルもかき集められない男にとってはな。ブレイクの顔に一瞬罪悪感のようなものが走った。クロエもまた呆然とした表情を見せた。クロエ、彼の言うことを聞くんじゃない。その100万ドルを得るために、俺は実験役の被験者になることに同意したんだ。そう言いながら、彼は腕を露出させた。そこには密集した注射の跡が残り、それは恐ろしいほどに見えた。周囲の人々は息を飲んだ。クロエは私に冷たい視線を向けた。あなたは助けようとせず、それで他人を中傷するのね。ブレイクに謝りなさい。ブレイクはクロエが支援していた大学生で貧しい家庭の出身だった。前世、彼は大学を卒業してから一日も働かなかった。クロエがいつも彼をかばっていた。彼女の家が破産し、私と結婚した後でさえ、私は彼女に十分な月々の生活費を与えていた。それは彼女が以前の生活水準を損なうことなく維持できる額だった。それなのに彼女はそのほとんどをブレイクに与えていた。友人の間でささやきが始まった。クロエがあの貧乏人を選ぶのも無理ないな。少なくとも彼は必要な時には彼女のためにいる。100万ドルなんてジュリアンにとっては大した額じゃないのに、それすら出そうとしない。クロエ、私たちはあなたの味方よ。絶対にジュリアンとは結婚しない方がいい。今であんな態度なら結婚後はどうなることか。みんなが私を批判し始めた。次々とまるで私が極悪人のように。だが前世、私は長年心からクロエを大切にしてきた。それなのに彼女は自分の子供たちに私を殺させた。私は一体何を間違えたというのか？私は眉を潜めた。どうして誰もがそんな明らかな嘘を信じるんだ？薬の被験者になって100万ドルもらえるなんて、しかもそんなにあっという間に支払われるなんてありえないだろう。銀のさじを加えて生まれてきたこの世間知らずのお坊ちゃま、お嬢ちゃまたちは、明らかに本当の金がどうやって稼がれるか分かっていない。その時、クロエはブレイクの手を握り、私を激怒した目で見つめた。ジュリアン、宣言するわ。私は婚約を解消する。そう言うと、彼女はブレイクの唇にキスし、彼も同じ熱意でいられた。今この時でさえ、彼女は私の心の中での自分の位置がかけがえのないものだと思い、これで私を脅せると思っているのだ。婚約は解消できない。私が答えようとしたちょうどその時、ミラー夫妻が飛び込んできた。クロエ、私たちはいつもあなたとジュリアンがちょっとした言い争いをしているだけだと思っていた。ジュリアンはまだあなたを救うために100万ドルを出そうとしてくれた。それは彼がまだあなたを気にかけている証拠だ。あの日、
彼があなたには心にいる人がいると言ったとき、私たちは信じなかった。でもそれはすべて本当だった。クロエ、彼がどんな人間か知っているのか？彼とは一緒になってはいけない。ミラー氏は指をブレイクに突きつけ、一束の写真を彼の顔に投げつけた。彼は薬物を使っているんだ。だがクロエはもはや気にかけていなかった。彼女は私を見つめ、その顔には疑いが刻まれていた。あの金は本当にあなたからだったの？私は彼女の質問を無視し、冷たい返答だけをした。婚約解消に同意する。これからは私たちは何の関係でもない。そう言うと、私は振り返り、歩き去った。その夜、クロエは私のアパートの前で夜明けまで立ち尽くした。私は彼女を見ようとしなかった。代わりに両家の長老たちにメッセージを送り、婚約を永久に解消した。翌日、ビザが下りた瞬間、私は飛行機に乗り、国を後にした。